ヒーロー社会がもたらした光と影を描いた僕のヒーローアカデミア。あなたが思う一番暗い影は何だと思いますか？黒色支配の顔。ということで今回はヒロアカ最大の闇を抱えた家族、地獄の信楽くんちについて解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれているので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでからこの動画を見てね。この動画を見終わった時、あなたは花ちゃんの成長した姿描いてくんねえかな、堀越先生とつぶやいていることでしょう。それでは行ってみよう。本名志村直、ヒーロー名なし、個性不明。志村直は後に信楽弔へと変貌する志村天子の母親です。優しそうなお母さんだよね。アトピー体質だった息子を気遣い、いつも薬を塗ってくれていた母のことが大好きで、そんな優しい母に懐いていた天子は信楽弔へと変貌した後も母親の存在は大きかったようで、精神世界の中でもひときわ大きく母親が現れています。闇落ちしても心の底ではお母さんのことが恋しいのかな。なおも息子の天子を愛していたのですが、家長である夫の小太郎には逆らうことができず、ヒーローへの憧れを語るたびに厳しくしつけられる天子を助けることはせず、ただただ傍観することしかできないことを本心では気に病んでいました。志村家ではお父さんが絶対のルールだったんだね。ついに天子に手を挙げた小太郎に対し、我慢の限界を迎えた直は、手を挙げるならもうルールには従えないと両親と共に小太郎に抗議しに行った直後、悲劇が起こります。何が起こったの？父に虐待され、誰も家族が助けてくれなかったことで、何もかもが嫌になった天子が崩壊の個性を突如発現。飼い犬のもんちゃんと姉の花を崩壊させた現場を目の当たりにした直は、天子の伝播する崩壊によって自身が崩れかけているにもかかわらず、天子を助けようと駆けつけるのですが、天子を抱きしめようとした直後、全身が崩壊し日界になってしまいました。天子の個性が暴走した時に唯一お母さんだけが逃げずに助けようとしたんだね。本名千鶴尾真子、名字不明、個性不明。志村直の実の両親である千鶴尾と真子は、直の夫小太郎からの提案で志村家と同居することになった天子の母方の祖父母です。同居の提案したのは小太郎からだったんだね。千鶴尾と真子は孫である花と天子のことをとても可愛がっており、すぐにおはぎあげがちな優しい祖父と祖母なのですが、豪邸に同居させてもらっている負い目から家長の小太郎に意見することはできなかったようで、父親に厳しく叱られ、泣いている天子のことを慰めることしかできず、天子は自分が泣いていても助けてくれず、泣くなと慰めることしかしてくれない祖父母に対して不信感を抱いていました。いい暮らしさせてもらっているから小太郎に強く言えないのはわかるけど、天子の体を張って守ってほしかったっていうのもわかるな。天子のいないところでは小太郎に意見することもありましたが、家の中ではヒーローの話はしないというルールは小太郎の中では揺るぎないもので、義両親の助言を小太郎が聞くことはありませんでした。義理の息子で実業家だから論破されるのは目に見えてるよね。小太郎が天子に手を挙げたことで我慢の限界に達し、娘の直と一緒に小太郎に抗議することにした千鶴尾と真子でしたが、その直後、天子の崩壊の個性が覚醒、状況が把握できず、ただ立ち尽くす千鶴尾と真子は伝播する崩壊に巻き込まれ、娘の直ともども日界になってしまいました。義理の息子との微妙な距離感とか妙に生々しいんだよね。本名志村花、ヒーロー名なし、個性不明。志村花は黒髪ツインテールがよく似合う美少女で、志村天子の実の姉です。大人になったら絶対美人だよね。いつもメソメソしている天子の手を引き、陰ながら泣いている天子を励ます良いお姉ちゃんの花は天子からも信頼されており、天子のヒーローになりたいという夢を家族の中で唯一肯定してくれていました。明るくて面倒見のいい活発なお姉ちゃんって感じだね。花自身もヒーローになることに憧れているようで、天子と一緒に指定ヒーローになろうと提案するなど、天子にとって同じ夢を持つ姉は心強く、全幅の信頼を寄せていたようです。花ちゃんはなんで天子の夢を応援してくれたのかな。実は彼女は父親の書斎に隠された志村家の秘密を知っており、それを見たことで天子の夢を応援し、
自分自身もヒーローを目指そうと思っていました。志村家の秘密って何だったの？それは花や天子にとって父方の祖母にあたる志村奈々が実はヒーローだったということがわかる写真です。身内にヒーローがいることが分かったことで天子の夢を応援していた花は天子を元気づけるために父の書斎に忍び込み志村奈々の写真を天子に見せます。書斎に忍び込む時点で不穏な空気を感じるよ。志村奈々の写真を見た天子は身内にヒーローがいたことにとても喜ぶのですが、書斎に侵入したことが父親にバレてしまい激怒した父親に連れて行かれそうになった時、大声で泣き叫ぶ姉が書斎に入ろうって言ったのは全部天子だと全ての罪を自分になすりつけていることを目撃してしまい、信じていた姉が自分を売ったことに気づきます。兄弟喧嘩でよくある光景だけど、天子の視点から見ると絶望感半端ないね。その後嘘をついてしまったことに罪悪感を覚えた花は庭で愛犬を抱え泣いている天子に謝ろうと近づくのですが、目の前で愛犬がバラバラに崩れている異常事態に気づいた花は悲鳴を上げて天子から逃げようとします。愛犬をバラバラにしたのが自分の個性だと気づいていない天子はヴィランから攻撃されていると思い、逃げる姉に助けを求めようと腕を掴んだ瞬間、小さなうめき声を上げ彼女はバラバラの日課になってしまいました。弟思いのお姉ちゃんだったのに最悪な別れ方になってしまったんだね。弟を励まそうとした結果最悪の事態を招いてしまったという構図は、志村奈々が息子の安全を守るために小太郎と縁を切ってしまった状況と似ていますね。志村家の血筋、良かれと思ってやったことが裏目に出がち。犬種、講義、本名、不明、個性、なし、愛称、もんちゃん。もんちゃんは志村家で飼われているペットの犬で、5歳の天子とほぼ同じ体格のわりかし太めなコーギーです。志村家唯一の癒し。薄茶色と白の毛並みからおそらくフルネームはモンブランではないかと推測できるもんちゃんですが、もんちゃんは家族の中でも特に天子に懐いており、たびたび父親に罰として庭に出され泣いている天子に寄り添う姿が描かれています。優しく自分を否定してくる家族たちとは違い、無償の愛を向けてくれるもんちゃんを天子はとても可愛がっており、祖母の志村奈々がヒーローをやっていた事実を知った時は誰よりも先にもんちゃんと喜びを分かち合い、父に厳しく体罰された時も寄り添ってくれるもんちゃんにだけは本心をさらけ出しています。もんちゃんが天子の心の支えだったんだね。姉の裏切りと父の体罰によって心の闇が増大し、家族全員嫌いだと天子が認識した瞬間、崩壊の個性に目覚めてしまった天子に抱きしめられていたもんちゃんは、崩壊の発動条件である5子で触れる条件を満たしたことで最初の犠牲になってしまいました。もんちゃんがバラバラに崩れていくのは精神的にきつすぎる。崩壊の個性で家族全員を皆殺しにした天子でしたが、唯一もんちゃんにだけは恨みがなかったようで、信楽と村になった後ももんちゃんのことだけは心の底で覚えていました。家族のことはあんまり覚えていないのに、もんちゃんだけは覚えているんだ。オール・フォー・ワンに乗っ取られた後ももんちゃんとの思い出は消え去っておらず、スター戦では彼女の個性、ニューワールドオーダーの発動条件である相手の名前を呼ぶということに気がついた際、ぼんやりともんちゃんはもんちゃんでいいのかなともんちゃんのことを思い出していたり、最終決戦でミリオにお前友達いないだろと言われた時は、もんちゃんだって僕と散歩したがるもんと取り乱すなど、たびたびもんちゃんがきっかけとなり、志村天子の人格が呼び起こされています。それだけ天子にとってもんちゃんは大事だったんだね。本名志村小太郎、ヒーロー名なし、個性不明、7月13日生まれで身長は178センチ、もともとは養護施設出身で現在は実業家をしている32歳です。見た目からエリートっぽい。天涯孤独の身ながら一人で成り上がった小太郎は、妻の直、妻の両親、2人の子供、犬、大きな庭付き一戸建てと昭和の幸せな家庭を具現化したような生活をしていたのですが、志村家にはたった一つだけルールを遵守するように徹底しています。ルールってどんなの？それは家庭内でヒーローの話をしないことです。なんで小太郎はそんなルールを作ったのさ？それは小太郎の幼少期の苦い経験が元になっています。もともと小太郎は幼い頃に父がヴィランによって殺され、
母と2人母子家庭の子供として育ちました。裕福ではなかったものの母親と幸せな生活を送っていた小太郎でしたが、5歳くらいの頃、突然母親から縁を切られ養護施設に預けられてしまいます。なんで母親は小太郎を施設に預けてしまったの？それは母親がワン・フォー・オール7代目継承者志村7だったからです。ワン・フォー・オールの中に潜む弟の魂を手に入れるため、はるか昔からワン・フォー・オールの個性を奪おうと暗躍する巨悪オール・フォー・ワンの魔の手が近づいてきていると感じた志村7は、まだ幼い息子の小太郎を養護施設に預け、戸籍からも2人が親子だとたどれないように完全に縁を断ち切ってしまいます。息子を守るための苦渋の決断だったんだね。オール・フォー・ワンに殺されることを確信していた志村7は、親友のグラントリノや弟子のオールマイトにも、今後何があっても息子の小太郎には近づかないでほしいと釘を刺し、あらゆる方面からオール・フォー・ワンが息子の小太郎にたどり着かないように徹底するのですが、それが仇となってしまい、小太郎の心に大きな影を落としてしまうことになるのでした。大好きだったお母さんからいきなり縁を切られた上に、その後誰からも助けてもらえず孤独に生きてきたんだね。せめてグラントリノかオールマイトに小太郎のことを託していたら、小太郎の人生も変わっていたのかもしれないね。幼少期のトラウマから家族を徹底的に守ることを誓った小太郎は、家族を犠牲にして他人を助けるヒーローという職業に子供たちが憧れないよう、家庭内ルールを徹底するようになります。自分の親がたまたまヒーローだったから、自分の幸せを奪ったヒーローという職業そのものを恨んでいるんだね。小太郎自身、母や家族たちのことを心から愛しているようで、プロフィールの好きなものの欄には義両親を含む自分の家族全員と母の志村7が挙げられており、誰よりも幸せな家庭に憧れ、誰よりも家族を大切に思っているからこそ、それをぶち壊すヒーローを恐れているのでした。奥さんと結婚する時も幸せな家庭を作るって約束してプロポーズしているし、義両親も自分から同居を提案して一緒に住んでいるくらいだから、本当に家族が大事だったんだね。ヒーローそのものを憎んでいるものの、母親のことは今も愛しているようで、母から最後にもらった手紙と写真を大事に保存しており、時々見返しては母のことを恋しく思っている様子が描かれています。もしお母さんがヒーローじゃなかったらって考えていたから、ヒーローに憧れないように天子たちに厳しくルールを守らせていたんだね。しかしその押さえつけが逆に天子のヒーローへの憧れを加速させてしまい、書斎に隠していた母がヒーローだった頃の写真を見られたことで一気に焦りが爆発。愛する母親のことをあんな鬼畜と罵り、天子に体罰をしてしまいます。父からの度重なる厳しいしつけや体罰、さらには信頼していた姉の裏切り、そして自分を助けてくれない母や祖父母への不信感が頂点に達したことで、天子の眠っていた崩壊の個性が発現。家族全員を日界に変えた天子を目の当たりにした小太郎は、助けを求める天子に手を差し伸べる前にとっさに攻撃してしまったことで、天子の積年の恨みが爆発。明確な殺意を持って父親を殺した時、とてつもない快感に襲われたことで殺人衝動が目覚め、一気に悪の道へ転げ落ちてしまうのでした。小太郎も志村7も家族を守るために徹底したことが全部裏目に出ちゃったんだね。本名志村7、ヒーロー名不明、個性浮遊、ワン・フォー・オール7代目継承者の志村7は、後に最高のヒーローと呼ばれるオールマイトを育てた師匠であると同時に、有史以来最強最悪のヴィラン信楽戸村を誕生させてしまった女傑です。最高のヒーローと最強のヴィラン、両方の生みの親ってことか。志村7自身の過去は掘り下げられておらず、ヒーローオタクのデクが全く存在を知らないほど知名度が低く、ヒーローとしての活躍がほとんど明かされていない謎多き女性で、分かっているのは過去に夫をヴィランに殺されているのと、ワン・フォー・オール6代目継承者エンと何らかのつながりがあり、彼にワン・フォー・オールを託されたということだけです。物語のキーマンだけど結構謎に包まれているよね。弟子であるオールマイトには、笑っているやつが一番強いと常に笑顔でいることを心がけるよう教えを説き、息子と別れる時やオール・フォー・ワンに追い詰められている時も笑顔を絶やさなかった彼女でしたが、心の底では息子の小太郎を手放してしまったことや、信楽戸村を生む悲劇のきっかけになったことを悔やんでいるようで、ワン・フォー・オールの中の精神世界では
一度も笑顔を見せることはありませんでした。あれだけ笑顔が大事って言ってたのに、死んでからは一度も笑えてないって、相当悔いが残る人生だったってことだよね。ワン・フォー・オール9代目継承者の緑谷出久に対して、信楽戸村を殺せるかと厳しい表情で問いかけるも、泣いているような顔をしていた信楽を助けたいというデクの覚悟に対し、今までの自分の行いを後悔し、救ってほしいと願っていた思いがこみ上げ、涙を流します。お師匠にとってもデクがヒーローに見えたんだね。デクと共に孫である信楽戸村と戦う覚悟を決めた志村奈々は、最終決戦でオール・フォー・ワンに精神を乗っ取られた信楽戸村と交戦。暴走した信楽の肉体から息子の小太郎とそっくりな肉塊がせり出てきたことで、心の奥底には志村天子がいることを察知し、デクと共に最後の戦いへと身を投じていきました。本名志村天子、ヴィラン名信楽戸村、個性伝播する崩壊。志村家の長男として生まれた天子は、引っ込み思案な性格ながらも仲間外れにされていた友達に救いの手を差し伸べることができるヒーローの資質を持った心優しい少年です。友達からはてんちゃんはオールマイトみたいって言われてたんだよね。5歳まで個性が発現せず、無個性ながらもヒーローに憧れていた天子は、友達と頻繁に英雄ごっこをして遊んでいたのですが、父親にそのことがバレると厳しく叱られ、謝るまで家に入れないという虐待を受けていました。小太郎は家族を守るためにルールを決めてたけど、そんなことわからない天子からしたら、自分の夢を徹底的に否定してくる嫌な父親だったんだろうね。小太郎の気持ちを理解している母親や祖父母も、やりすぎだと思いながらも小太郎に従っているのですが、天子自身は父の本心を知らされていないため、家族全員が優しい顔をして自分の夢を否定してくると感じており、天子は志村家のことを、この家は僕を優しく否定すると表現しています。5歳だったらもうある程度理解力あるはずだから、ちゃんと説明すればよかったのにね。言うことを聞くかどうかは別問題だけど。無意識のうちに家のことが嫌いだった天子は、そのことがストレスになり、家にいると持病のアトピーが悪化するという悪循環に陥り、母や祖父母の優しさも感じつつ、なのに誰も味方がいないという状況に思い悩むようになっていきます。明確にいじめられているわけじゃないけど、全員味方になってくれないって、なんだか気持ち悪い環境だよね。そんな天子を励ますために姉の花は、父の書斎から志村奈々の写真を盗み出し、おばあちゃんはヒーローだったんだよと天子を勇気づけ、お父さんに黙って指定ヒーローを目指そうよと天子の夢を応援するのですが、書斎に侵入したことがバレた際、恐怖のあまり天子を裏切り、全ての罪を弟になすりつけてしまいます。幸せの絶頂から不幸のどん底に叩き落とされたんだね。そのことがきっかけでストレスがピークに達し、崩壊の個性が発現し暴走。家族全員をバラバラの肉塊に変えてしまった天子は、絶望的な精神状態で街をさまようも、異常な形相をしたボロボロの子供に手を差し伸べる人は誰もおらず、助けてくれるヒーローも現れない絶望を味わっている中、オール・フォー・ワンに救われます。天子からしたらオール・フォー・ワンが自分を救ってくれたヒーローだったんだ。その後はオール・フォー・ワンのことを先生と慕い、悪の道へ落ちていく天子は自我を心の奥底に封印。新しい人格信楽戸村として憎しみの種を育てていくことになります。天子の人格はどうなってしまったの？家族との記憶を封印し、信楽戸村として暗躍していた天子は、異能解放軍との戦いで死の淵まで追い込まれたことがきっかけになり、過去の全てを思い出します。自分のオリジンを理解した信楽戸村は、無意識のうちに力をセーブしていた崩壊の個性のリミッターを外し、伝播する崩壊の力を得たことで、今のヒーロー社会を全て破壊することを決意するのですが、その直後、ドクターとオール・フォー・ワンの策略により、オール・フォー・ワンの新しい肉体として体を乗っ取られてしまいます。その後の天子はどうなってしまったの？精神をオール・フォー・ワンに乗っ取られそうになった信楽戸村は、自分自身のオリジンである天子の人格を心の奥底に封印し、オール・フォー・ワンに完全に乗っ取られないように予防策を張っていました。天子の人格だけはオール・フォー・ワンに乗っ取られないようにしていたから、たまに天子の人格が顔を出していたんだね。最終決戦でデクとワン・フォー・オールに追い詰められた信楽戸村は、肉体を乗っ取ろうと焦るオール・フォー・ワンを欺き、志村天子として復活。
志村家に連なるもの全てを壊したい志村天子と、泣いていた君を見なかったことにしないという強い決意を持って向き合う緑谷出久。墜落する UA 高校を降りた2人の戦いはついに最終ステージへ突入していきます。ということで今回は地獄の信楽くんちについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたら地獄のトガさんちの解説動画も作ろうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。クルスウルトラ